皆さんこんにちは。背景イラストレーターのアリです。今日も楽しんで描く背景イラストやっていきたいと思います。このチャンネルは iPad を使って背景の描き方や風景の描き方だったり iPad のアプリの紹介をしているチャンネルになりますので、興味がある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。さあ今回なんですが、今回はですね、今から始める背景イラストその4やっていきたいと思います。4月のですね、3回前からですね、今から始める背景イラスト1、2、3っていうのをやってきました。それの今回はラストその4になります。ぜひですね、最後まで見て背景イラストを楽しんで描いていただければと思います。それでは早速やっていきましょう。さあ、それではですね、今から始める背景イラストその4になりますが、今までですね、この四角形のことだったり、遠近法の種類についてだったり、一点投資の説明をしてきました。ぜひですね、まだ見てない方は1、2、3見ていただければと思います。そして今回その最後ですね、この1、2、3を使って1枚の背景イラストを最初に写ってたやつですね、線画を描いてみようということになります。ぜひですね、この4回目一緒に書いていっていただければと思います。それではやっていきます。はい。それでは今回用意したのが、この背景イラスト。これですね。路地のイラストになります。こういうのをですね、ぜひ書いてみてください。で、どういうの中身を言うとですね、家のある路地になります。で、ポイントとしましては、写真を撮って参考にするっていうのが大事になりますので、もしこれと同じじゃなくて、家の近くの路地があったらですね、パシャッと写真を撮ってそれを見ながらね、書いてみるのも参考になるかと思います。そして今からこれをどういう感じで書いたのかっていう説明をするんですが、自分で撮った写真とかを見て書くときに完成図を書くのではなく、分解して考えてみてください。今までですね、四角形のこととかですね、遠近感のこととか、一点投資のことをやってきましたが、一気にですね、これに当てはめようとすると、わからないってなる可能性が高いです。やっぱりね、いろんな家とかはデザイン性がありますので、そういうのを一気に書くのではなく、ぜひですね、分解して考えてみてください。その分解して考えるのを今回は説明していきたいと思います。分解して考えていこうという内容なのですが、どういうことかと言いますと、分解して考える。どういうことかというと、まずはこれをですね、前回の動画でやったように一点投資を考えて当てはめてみます。一点投資を設定してあげるんですね。で、前回動画見てない方は見てほしいんですが、見た方は思い出してください。カメラの高さをまず決めてあげますね。アイレベルを線を引っ張ってあげましょう。横にザッとですね。で、今回は下から3分の1ぐらいのところにこうバーッと引いております。で、これが高さの基準になります。で、ここに向かって奥行きの消失点が出てくるんですね。この辺が消失するところですね。なので、消失する点、バニシングポイント VP でしたね。VP を一つ設定してあげましょう。今回は真ん中あたり、ちょっと右寄りかなにポチッと押してあげております。この点はですね、この四角形で前回の動画で収束していきますよってやったんですが、一つの四角形もですね、こういう街並みも全部同じなんですね。一つだけの四角が収束する場合も、こういういっぱいですね、住宅が並んでいる場合も、住宅の奥行き、これで言うと、こういう屋根みたいな線ですね。こういう線。こういう線とか、こういう屋根みたいな線。これもですね、箱と同じように一点投資のこの点に収束していくんですね。この時点で前回やったこととほぼほぼ同じになります。だから少しだけですね、簡単に見えるんじゃないでしょうか。そしてこのですね、VP を設定することによって絵を描く準備をすることができました。さあ、そしてその次、まだまだですね、この急に街を描くわけではなくですね、次何を描くかっていうと、四角形で家の形を作ってあげましょう。これ、青いラインでですね、ちょっと一番下消してみますね。こんな感じで、四角形を置いただけなんですね。わかりますかね？これ四角形ですよね。で、四角形の一点投資はですね、前回の動画でやった通り、すぐ描けるようになるかと思います。もう、正面の四角を描いて、奥行きだけ先ほど設定した、このピンクのこのアイレベルに沿って、消失点ですね。消失していくと書くことができます。なので、いきなりビルを書くのではなく、ビルの大まかな形を四角形にこう収めて四角形を書いてあげましょう。なので、ビルは四角形だよ。ね、思い出してみてください。これ最初のね、四角形、便利な四角形っていうのをね、やったかと思います。民家をですね、四角形に入れたかと思うんですが、それも一緒ですね。民家もこうやって四角形2つくっつけて上の四角形を真ん中で斜めにすることで屋根を作ることができますので、もしこの辺をですね、屋根にしたい場合は、この四角形を書いて、これ今こう聞いてますけど、この後ろ書いて大丈夫ですからね。この後ろに書いて、ここを真ん中で割ってあげると屋根になりますね。こんな感じで四角形で一点投資を書くと。これが終わったらどうするかっていうと、もう一個のポイントとしては、頂上遠近法が大活躍ということでですね、重ね合わせですね。2回目でやったように、物体と物体をこう重ねてあげることによって
ですね、こう奥行きとかがさらに強調されていきます。それをですね、ここに使ってるっていうのですね。使ってるっていうかね、写真を撮って路地を見るとですね、勝手に使われてるんですけど、家の奥に家があるっていうのはね、当たり前ね、の風景だとは思うんですが、実はそれもですね、こう重ね合わせっていう遠近法だよっていうのを思い出してみてください。なので、綺麗にラインを残すんじゃなくて、少しこうやってね、看板とかも重ねて書いてあげることで、ちょっと面白い感じのね、効果が出るんじゃないでしょうか。こことかもですね、一番奥の高層ビルとかも少しここをね、前の方のこの家でわざと隠してあげるとかね、そういうのをしてあげると遠近感がより出てきます。で、頂上遠近法で奥行きアップということで、家が重なっていることで奥行きがわかりやすいですね。で、色を塗る場合は、頂上遠近法ではないんですが、空気遠近法というものもね、ありますので、奥の方は空気の色っていうのを乗せて、要は青っぽい感じとかですね、を入れてあげると遠近感が、奥行きが出ますので、おすすめになります。なので、こんな感じでですね、実はこう分解して考えてあげると、一点投資を選定して、四角形で形を作ってですね、で、重ね合わせを作ってあげることで、こういうイラストを描くことができます。あとはですね、一個一個のこの難しい形っていうのは実はないんですね。こういう四角形で描いた後にですね、この四角形の中にこういう線を描いて、で、ここのガレージを作ろうとしたときは、ガレージのこのラインも VP に消失していってるんですね。前回、一点投資の最後に言いましたけど、縦のラインと横のラインっていうのは90度で書くといいです。なので、ここは90度、90度で書いて、で、ここのシャッターのラインも全部 VP に収束してるんですね。こんな感じで、一つ四角を書いた後に、その四角にですね、また違う四角、例えばこのベランダとかね、横に引いて、これも VP に引いて、というような形で違う四角をくっつけていってあげると、なんと家のデザインになるんですね。これも四角ですよね。このベランダも四角だし、このドアも四角だし、この看板も四角だし、で、このシャッターの入ってるところも四角。で、ここのベランダも四角。実はですね、全部四角でできてるんですね。なので四角の箱を作って、さらにその四角の箱の中に VP に沿うようにラインを書いて四角を追加してあげるとですね、家のデザインになるんです。なので、意外とですね、最初からこういう家のデザイン書かないといけないとかいうのはね、すごい大変だと思うので、もうそんなので考えずに、四角を書いて四角を書いて、四角を書いて四角を書こうって考えると、意外とですね、簡単に書けるんじゃないかなと思います。なので、一気に書くのではなくですね、今までですね、第4回目、3回やった通りですね、四角を使って、違う遠近法を使って、そして一点投資を使って分解して、ぜひ考えてみて、こういう路地のイラストをですね、描いていただければと思います。これと同じやつをですね、なぞって描いても全然大丈夫なので、ぜひ描き方としては一点投資とか四角形とかを使ってですね、描いてみてください。さあ、それでは最後にまとめになります。はい、まとめとしてですね、単純な形で置き換えて考えてあげましょうが第1点目。これが四角ですね。今回僕が用意したのだと。なので、家とかの場合は四角で置き換えることができますので、無理に難しい形を描くのではなく、四角を描いて、それを改造することでデザインをしてあげましょう。そして次に I レベルと VP、バニシングポイントですね。目の高さと消失点を意識してあげることで、一点投資が綺麗に設定して書くことができます。やはりですね、一番最初に横線でピッと I レベルを引くっていうのがね、やっぱ大事になってきますので、まずは今日はこの辺の I レベルにしよう。パーンみたいな感じで引いてあげてください。で、これもですね、今ここに I レベルを引いてますが、この I レベルがですね、上の方にこうバッて引かれると、また全然違ったね、印象になりますね。この道とかがぐんと上に上がるし、ここがね、こうなるんで、こう上がりますし、この家とかもね、すっごい並ぶになっていきますね。なので、もうどこでもいいんで、もうむちゃくちゃでもいいんで、とりあえず I レベルと引いて VP をピッと押してあげてください。そしたらですね、ここに置くとなかなかうまくいかないんだなとか、書いて覚えることができますので、いろんなところに書いてですね、意識しながら覚えていただければと思います。そして3つ目が、他の遠近法も合わせて OK だよ。今回一点投資をですね、使ってるんですが、一点投資だけじゃなくて重ね合わせとかですね、そういうのも合わせることによって、よりですね、イメージに近い絵を描けるようになると思いますので、いろいろ合わせてね、使ってみてください。ごちゃ混ぜ OK です。そして、次4点目にですね、写真や資料があると良い。これ本当にね、いいです。もう何も考えずに、見ずにですね、想像だけで描くっていうのは本当に難しいんですね。なので、自分でその辺にあるやつをパシャって撮って、それを一点投資で描くとかですね。でもいいですし、街に出て街の写
真を撮ってそれを見ながら点をここに設定しようかなと。デザインはでもこの写真撮ってきたやつにしようとか、そんな感じでね、使っても大丈夫なので、この資料とか写真はですね、本当に大事になります。なので、いろいろ携帯とかでですね、カメラパシャパシャ撮ってですね、それを使ってイラストを描いてもらえればと思います。そして最後に一番大事なことが、楽しんで背景を描いてください。もう本当にこれが重要です。もうね、苦しい、大変だ、疲れたとかね、思わなくて、いいので、本当に楽しいっていう心になった時にですね、書いてください。もう最初はね、やはり覚えることがいっぱいあるので、もう疲れたなとか思うかもしれませんが、もうそういうね、難しい話というよりは、まず一番最初に簡単な四角だけ書いてみるとかですね。そんな簡単なとこからやって、それを楽しいって思えるようにですね、なってもらえればなと思います。楽しんで、簡単に書いて、いい感じの背景をね、書けるように今後もですね、そういう動画を作っていきたいと思いますので、ぜひ楽しんで背景を描いていただければと思います。はい、それではいかがだったでしょうか。今回はですね、今から始める背景イラストその4回になりました。この今から始める背景イラストですね、1、2、3とあって、今回ので最後になりますが、背景をですね、今から始めたいっていう方はぜひですね、1からまだ見てない方は見ていただければと思います。なんとなくですね、簡単に背景描けるんだよっていうのが伝わっていけば非常に幸いです。ぜひ皆様も楽しんで背景描いていってください。今回の動画が良かったよ、参考になったよという方はぜひチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。通知のボタンを押していただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。背景イラストレーターのありでした。さようなら。